はい、こんにちは。今回はオーバーラップと密接に関係しているコリジョン設定に関しては、シャープ17でもやったんですが、そっちを見といてくれっていうのもなんか変な感じなので、内容が被る点が多くなりますが、コリジョン設定をして下準備をしていこうと思います。少しコリジョン設定に関して迷いが生まれていたのが、アクション RPG という UE4 の参考プロジェクトを見ていると、コリジョン設定を全く追加していなかったため、増やさない方がいいのかなと思い始めたわけですが、ロボリコールのデータを見ると割とたくさん新規コリジョンを追加していて、プロは追加しないなんていうことはなさそうだなということで、一応の安心をして、アンリアルトーナメントのモッド用のデータも必要な分はコリジョン追加している状態でした。この辺のプロジェクトデータは何かと参考になると思うので、動画の説明欄にリンクを載せておきます。見ていない方は見てみるといいと思います。ただ初心者のうちは見てもよくわからないかなと思います。自分も見てもよくわかりません。個人的な結論としては、シャープ17で話したくらいのコリジョンの追加はしてもいいというか、しないと作業効率が悪すぎるので、プレイヤーとプレイヤー用のプロジェクタイルとエネミーと、エネミー用のプロジェクタイルと、あとピックアップアイテムはあった方がいいかなと思っています。あとトレースチャンネルに関してはエネミー用のトレースチャンネルだけは追加した方がいいかなというのが今の意見です。アクション RPG のデータにコリジョンが追加されていないのはもうこのデータがモバイル向けに作られたプロジェクトということで、もしかしたらモバイルで作る場合はコリジョンの追加をしたくない要素が何かあるのかもなと思いながら、正直理由は全然わかりません。ということで今回はコリジョンを追加していこうと思います。まず設定からプロジェクト設定を開き、プロジェクト設定から、エンジンの中のコリジョンを開きます。で、プリセットも開いて、どうですかね、いつもプリセット選んでいるのはここの設定されたものをクリックして選択できるっていう状態になっています。最初期からあるこのトレース型とオブジェクト型っていうポリジョンのオブジェクト型っていうのが設定されていて、それ以外をこれからちょっと追加していきたいなと思います。で、まずこの新規オブジェクトチャンネルっていうところをクリックして、1個目は、プレイヤー、プレイヤーだっていうのがわかりやすいようなやつを追加して、あとはプレイヤー用のプレイヤープロジェクタイル。これはブロックじゃなくてイグノアにしとく方がいいかなと思います。特定のものしか、オーバーラップもブロックもさせたくないので、デフォルトは無視にしておこうと思います。で、次がエネミー。エネミーもそのオーバーラップのエネミーとブロック系というかちゃんと着地させる系のエネミーといるので、一応ブロックでいいのかなと思います。で、エネミープロジェクタイル。これも基本的にはプレイヤーにしか関わらないので、基本的にイグノアにしときます。で、で、5つ目がピックアップアイテムにしましょうか。ピックアップアイテム。で、これも基本プレイヤー以外は触れることはないかなと思うので、基本はエグノアにしとこうと思います。ブロック無視する、ブロック無視するっていう形で、この5個くらいはあった方が、このくらいはあった方がいいんじゃないかなと思う5つになっています。名前は別にもうちょっとわかりやすい名前を自分で付けたらいいんじゃないかなと思います。あとは新規トレースチャンネルで最近使っているトレースチャンネルにエネミー、これちょっとエネミーこっちのオブジェクトチャンネルと被るとあんまり良くないみたいなので、トレースエネミーアンダーバートレースっていう形で、追加しておこうと思います。
まあ、基本的には、イグノアでもいいんですけどね。オーバーラップ。あんまりこの辺、どれにするかははっきり決めてないので、まずは、ちゃんと反応してもらうためにオーバーラップにしておこうと思います。って感じですかね。次に、プリセット。まあ、ここに最初からあるプリセットを、こう、オブジェクトチャンネルとかトレースチャンネルを追加すると、ちょっとまあ追加された分、このデフォルトオートっていう形で、ものによってはあまり望ましくないところにチェックが入っている場合があるので、それをまあ全部チェックしていかなきゃいけないのが、まあめんどくさいことだよなっていう感じなんですけど、とりあえずこのノーコリジョンに関しては、まあどこにチェックが入っててもノーコリジョンなので、まあなんか他のものと同じところにチェックを入れておこうかなっていう感じですね。で、ブロックオールに関しては、このプロジェクタイルとかが、なんだろうな、壁にぶつかるんだとしたら、まあこっちでもいいし、で今のところチルノの弾とかは、あんまり壁に干渉しない形で使っているので、これでいいかな。で、あとプレイヤーとエネミーに関しては、この基本的にはポーンの値を見て、そこをベースに、特に重要じゃないところはポーンと同じ状態にしておきます。で、エネミートレースに関しては、まあ全部オーバーラップでもいい気がするんですけど、まあ、初期状態は一回こうビジビリティと同じような形でチェックを入れていくのがいいんじゃないかなと思います。で、オーバーラップオールに関しては、まあこれでいいのかな。このプロジェクタイルとアイテムに関しては基本的にあんまり干渉してほしくないなっていう感じなので、トレース、こっちはこれでいいとして、プレイヤープロジェクタイル。まあこのままでいいかな。よし。で、次が、プレイヤーとエネミーをポーンと同じ状態にして、次でいいかな。で、次が、トレースはビジビリティと同じようにしておいて、イグノアポーンっていうことで、ポーンに影響を与えないっていう設定のものがあったらっていうことで、まあ、一応このプレイヤーとエネミーは基本的にはポーンっていう扱いにしてるので、まあ、ポーンと同じような形にしていこうかなと思います。で、次が、オーバーラップオンリーポーン。この辺あんまり自分の作業ではあんま使ってないので、あんまり影響がないんですけど、まあ、プレイヤーとエネミーは、ポーンと同じ状態にしておくって感じですね。で、ポーン。これはちょっと重要なことを見落としてたって感じなんですけど、このビジビリティってところで、ホーミングのトレース用のチェックをしてたんですけど、これポーンのところにビジビリティのチェックが入ってなくて、デフォルトだと多分入ってなくて、まあ、ここ、あれなんですよね。エネミーをポーンで作ってるっていうのがまあ、エネミーサンプルで出したやつに関しては、ポーンはいくつか使ってるんですけど、このポーンの状態、オブジェクト型をポーンの状態で、トレースでホーミングをかけようとしても、このビジビリティ無視になってるんで、多分あのままだとうまくいかないのかもしれないですね。ポーンのところのビジビリティをこっち側にして保存しておくと、まあそれだけでもうまくいくと思うんですけど、デフォルトからいじりたくない場合はこの状態で、もうまあポーン以外にするしかなくなる感じだと思うけど。まあちょっとこのビジビリティのポーンに対してビジビリティがチェックが入ってないっていうところは、まあデフォルトだとそういうものっていうのをまあ知っといた方がいいかなと思いますよね。ビジビリティでトレースチャンネルを使おうと思うと、初期値だとポーンは、サーチしないっていう形になってるので、ちょっと今後の説明の時には少し気をつけたいなと思います。で、他の部分は、エネミートレース。これに関してはまあオーバーラップしてもらいたいので、ビジビリティとは違う感じにしておこうと思います。で、スペクター。この辺もあんまり使ってないプリセットなので、フォントを同じにしておきますって感じですね。で、キャラクターメッシュ。キャラクターメッシュとはまあ別に干渉しなくていいかな。で、ポーンが
こっちなので、プレイヤーとエネミーはセット。で、フィジクスアクター。まあ、ビジビリティと一緒にしておいて、ポーンと一緒にしておいてって感じにしておきましょうか。で、デストラクティブル。まあ、ビジビリティと一緒にしておいて、ポーンが一番ブロックなので、これでよくて、インビジブルウォール。インビジブルウォールはまあ、フィジビリティと一緒にして、まあ、これでいいかな。ビジブルウォールダイナミック。この辺、なんていうんですか。トレースとかブロックしたいのに、ブロックにならないみたいな状態になってたら、後々ここを調整すればいいかなと思います。で、トリガーはオーバーラップ。と、まあこれも別にこれでいいのかな。で、ラグドール。ビジビリティがこっちになってて、ポーンとの干渉はしない方がいいって感じですね。で、なんて言いますかね。ビークル。ビジビリティと一緒にして、ポーン、プレイヤー、エネミーっていうのを一緒にしておくって感じですね。ビジビリティと一緒にして、ポーンと一緒にしておく。まあ、基本、もともとあるプレイセットに対しては、まあ、そんな感じで、基本的には、まあ、ポーンと同じようにしながら、なんかまあ、ポーンだとビジビリティにチェックが入ってないところ、まあ、エネミーの場合は、入れた方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。この辺やっぱりあれですよね。説明しづらいですよね。ただただめんどくさい作業をめんどくさい作業をやっていくっていう感じの。次に、まあ、新しく作ったオブジェクトチャンネルに対して、まあ一番使いやすい形のプリセットを追加していきたいなと思います。で、この新規プロファイル、新規で作成して、名前をプレイヤー、まあ、プレイヤーのままでもいいんですけど、一応ポンってつけとこうかな。ポン。で、コリジョンエナブルにしておいて、これに関しては、ノーコリジョンは全く何も反応しないんですけど、クエリオンリは多分、オーバーラップをメインというか、まあ、オーバーラップしかしないようになって、こっちはまあ、ブロックしかしないっていう感じなんですかね。で、コリジョンエナブルにしておくと、まあ、オーバーラップも、ブロックもするっていう感じになると思います。で、このオブジェクトタイプをプレイヤーにして、名前をプレイヤー、ポーンにしとく。この辺、どうなんですかね。プレイヤーだけでもいいような気がするんですけど、一応ポーン属性というか、ポーンに近い要素として、こういう感じにしとこうかなと思います。で、エネミートレース。この辺もどっちにするべきかっていうのは、今のところあんまり自分の中で確立できてないので、まあ、ビジビリティに追っかけようかなと思います。で、あとは、プレイヤーポーンは、まあ、自分のプロジェクタイルと関わらないようにしておいて、ピックアップアイテムと、エネミープロジェクタイルには、当たるように、オーバーラップするようにしておきます。まあ、エネミーに関してもオーバーラップにしておこうかなと思うんですけど、とりあえず、一旦この、ブロック状態にしておこうと思います。プレイヤー同士。まあ、この状態でいこうと思います。で、これ、なんすか、解像度の低いモニターを使っていると、なんていうんですかね。時々こう、プリセットを開けたり閉めたりしないと下が見えなくなったりすることもあるので、まあ、見えない人は、まあ、ここを開けたり閉めたりすると、三角をクリックすると、まあ、見えなかったものが見えてくるようになったりもします。今の4.25 とか26でも同じかどうかちょっと確認してないですけどね。で、次が、
プレイヤーのプロジェクタイル。形式としては今のところクエリオンリーなのかな。で、プレイヤープロジェクタイルで、説明をプレイヤープロジェクタイルにしておきます。で、エネミートレース。プロジェクタイル、どうなんですかね、弾を撃墜するっていう形にする場合、反応してもらいたいんで、オーバーラップかブロックにしたいんですけど、決めてないんで、一応反応してもらうためにブロックにしとこうと思います。で、自分のプロジェクタイルはプレイヤーとは干渉したくありません。で、エネミーはブロック、オーバーラップの方がいいな。エネミープロジェクタイルは、敵の弾を撃ち落とすっていう形だったら、オーバーラップにした方がいいかもしれないですけど、一旦この、これプロジェクタイルか。プロジェクタイルの場合、これあれか。エネミー以外は全部無視するっていう扱いの方がいいかなって感じですね。ちょっと説明がもたついてますけど。よいしょ。で、次が、エネミーポーン。地面を歩いたり、ジャンプしたり、落下したり、とりあえず当たり判定がある状態のエネミーはこれにしとこうかなっていう感じです。オブジェクトタイプをエネミーにして、エネミー、フォーン。で、エネミートレースは、どれでもっていうかオーバーラップでもブロックでもいいような気がするんですけど、ビジビリティに追従っていう形にしておきましょうか。で、エネミー同士の衝突をどうするかっていうところで、今のところ衝突させる予定がないので、無視にしておいて、プレイヤーとは、ぶつかるようにしておきましょうか。で、あとはエネミーに対しては、プレイヤープロジェクタイルはオーバーラップするっていう形でやっていきましょうか。で、次がエネミー、もう一回エネミーなんですけど、エネミーオーバーラップ。一個前のエネミーポーンに関しては、ブロックオブジェクトというか、衝突判定がある系のやつなんですけど、こっちは、同じエネミーでも、壁とかに衝突しないオブジェクトとして、そういうのがあった方が、なんですかね、壁にめり込むと止まる挙動、なんだろう、ムーブメント、なんていうんだ、衝突させると思い通りの動きをしないことがあるので、一応この衝突判定がない、プリセットもあった方が、何かといいんじゃないかなって感じですね。トレース型はちょっとこれに関してはどこにした方がいいっていうのがあれなんですけど、一旦全部無視にしておいて、エネミートレースとビジビリティはチェックをしておいて、衝突というかオーバーラップさせたいのはプレイヤーとプレイヤープロジェクタイルと、エネミー同士は関係なくて、この2つくらいですかね。この2つに反応すれば、あとはもういいかなって感じで、これがエネミーオーバーラップっていう形にしたいと思います。よいしょ。よし。これで4つ。次がエネミープロジェクタイル。
エネミープロジェクタイルは今のところオーバーラップだけかなっていう感じで、エネミープロジェクタイルにしておいて、説明もエネミープロジェクタイル。まあ、この辺の説明、どれくらいちゃんと書くべきなのかがよくわかんないですけどね。で、今のところ全部こう無視にしておいて、プロジェクタイルに撃ち落とされるっていう形だとしたら、一応プレイヤーだけにしておきましょうか。プレイヤーにしか弾は当たらないっていう、反応しないっていう形にしておきます。で、最後に、ピックアップアイテム。このクエリで、ピックアップアイテムで、ピックアップアイテム。よいしょ。で、基本的に全部無視で、なんかあれですよね、トレジャーサーチみたいなことをする場合、こう、トレースに、まあどれでもいいんですけど、トレースにチェックを入れてもいい気がするんですけど、今のところ、宝箱を探すとかアイテムサーチみたいなことをする予定がないので、このピックアップアイテムのオブジェクトに関してはプレイヤーと以外はオーバーラップすらしないっていう状態に、これでいいんだっけ？にしておこうと思います。まあここまでですかね。まあほとんどシャープ17でやったのと、まあちょっとだけこのエネミーポーンとエネミーオーバーラップだけちょっと違うかなと思うんですけど、まあシャープ17でやった通り同じことをもう一回やりましたって感じです。で、まあここの下準備ができてから、エネミーのオーバーラップイベントの詳しい説明。まあ、キャストだったり、キャストじゃないやり方だったり、もろもろ、作業というか、まあ、比較しながら説明してみたいなと思います。って感じで次回、ようやくオーバーラップのあれこれをやろうと思います。って感じで次回もよろしくお願いします。